んにちは、腹ペコ僧侶です。今日もお腹空いてますが、まずは一仕事やっちゃいましょう。今回は、引き寄せの法則について一緒に考えてみましょう。一度は聞いたことありますよね。強く願えば叶う。思考が現実を引き寄せる。って、そんな都合よくいけば、毎日ラーメン食べてるはずなんですよ、私は。まあ、続けましょうか。この引き寄せの法則、本当に起こるのか。今日はこのテーマについて、科学の視点から紐解いてみます。そして、よくある誤解も修正していきたいと思います。まず最初に伝えたいのは、願うだけで物理的に現実が変わる。これはね、今の科学では証明されていません。残念ながら、念力でテレパシーを送っても冷蔵庫のプリンは増えません。でも、脳の働きによって叶ったように感じるっていう現象。これは本当にあるんです。つまり、引き寄せの法則の魔法っぽい部分はちょっと怪しいかもしれない。でも、思考が行動を変えて、行動が結果を変える。その流れは、ちゃんと科学でも証明されてるんですよ。ではここから、どうしてこの引き寄せが脳や心理の働きと関係しているのか、5つの視点から楽しく深掘りしていきましょう。まず1つね、ナスと呼ばれる脳のフィルターの話です。正確には、レティキュラーアクティベーティングシステム。早口言葉にしたら噛みそうな名前ですが、これは脳幹にある神経のネットワークで、眠ったり起きたり集中したりするときに大事なスイッチ役をしているんやて。そしてこのラス、あなたが必要としてる情報だけをまるで空港の税関のように選び取ってくれるんです。例えば、新しい靴が欲しいと思ったら、急に街で同じ靴ばっかり目についたり、妊娠を意識し始めたら、なぜか赤ちゃんばかり見かけたり。これ、世界が変わったんじゃなくて、あなたの脳が変わっただけなんです。選択的注意、つまり、気にしてることしか目に入らなくなるっていう脳の癖。これ、目標達成にも大きく関わってます。だからね、叶ったって思ってることも、実は脳が見つけやすくなっただけだったりするんですよ。だからこそ大切なのは、願うだけじゃなくて、ちゃんと目標を意識して、日常のアンテナを立てておくことなんです。さて、2つ目は、確証バイアス。ここからちょっと心理学の沼に入りますよ。人って、自分が信じたいことだけを集めて、都合の悪いことはスルーする生き物なんです。好きな芸能人の悪い噂って、信じたくないでしょ？あれです。ポジティブに考えてたら、いいことが起きた。やっぱ引き寄せの法則、神って思う。でも願ってたのに叶わなかった時は？これは試練。きっと今じゃないだけって自分を励ましつつ、法則のせいにはしない。このように、私たちは無意識のうちに都合のいい証拠だけを集めちゃう。でもそれは悪いことじゃありません。だって、願いは叶うって信じることで、人って動き出すし、表情も変わるし、周囲の空気まで変わる。つまり、思い込むことで自然と、願いに向かう行動が生まれて、結果的に成功が近づくんですね。これはもはや、思い込み力という超能力。3つ目は、ちょっとオカルト感漂う、量子力学と意識の関係です。よく聞きますよね。引き寄せの法則は量子力学で証明されているって。でもこれ、科学的にはちょっと強引です。確かに、量子の世界では観測するまで状態が決まらないとか、見ることで結果が変わるとか、SF っぽい話が実際にあります。有名なシュレーディンガーの猫もその一つ。生きてる猫と死んでる猫が同時に存在してるっていう
哲学的なネタですね。でもね、それはナノメートル以下の世界の話で、私たちの家系ラーメンとか恋愛運とかには今のところ影響は出てません。なので、思考が現実を直接変えるって話にはちょっと慎重になりましょう。4つ目は共鳴効果。感情ってまるで風みたいに移るんですよ。ポジティブな人の近くにいると自分まで前向きになったり、逆にイライラしてる人と一緒にいると謎に疲れたりしとりゃせんか？これはミラーニューロンっていう脳の細胞のせい。人の動きや感情を見ると勝手に真似しちゃう仕組みなんやて。例えば、あくびって映るでしょ？あれもミラーニューロンの仕事です。だから、波動が合う人を引き寄せるというより、あなたの感情が周りに影響して、また、周りからも感情をもらってる。つまり、引き寄せというより、感情の連鎖なんです。ポジティブな空気って、ちゃんと伝染するんですよ。最後、5つ目はポジティブ思考と行動の話。ポジティブ思考。それ自体が現実を直接変えるわけじゃないけど、気持ちが明るくなると行動が前向きになる。これが重要、ポイント。そして、その行動の積み重ねが、引き寄せたと感じられる未来につながっていくんです。楽観的な人って困難に対してもなんとかなるっしょって望める。で、なんとかなったりするやん。研究でも幸福度が高い人の方が仕事や人間関係、健康に恵まれやすいってデータもあります。つまり、成功したから幸せじゃなくて、幸せだから成功しやすいってこと。だからこそ、ポジティブな思考は自分を未来へ運んでくれる風みたいな存在なんです。ここまで聞いてくれてありがとうございます。引き寄せの法則は、思考が現実を変える魔法じゃない。でも、思考が行動を変えて、行動が現実を変える。これは現実。それは、誰の中にもある自然でパワフルな仕組みなんです。だから、願うだけじゃなくて、動く。前向きな気持ちを忘れずに、周りのいい空気を吸って、また届けていく。それが、あなたの未来をそっと変える。静かだけど、確かな力になると思います。最後に、マザー・テレサの言葉を心に残しておきましょう。思考は言葉となり、言葉は行動となり、行動は習慣となり、習慣は人格となり、人格は運命となる。それでは、またお会いしましょう。腹ペコ僧侶でした。おしまい。